自分には日本人とタイ人の友達がいるのですが、日本人の方が客観的に冷静にメリットデメリットを考えたり、将来起こり得る問題を想像したりする力があると思います。タイ人の方が主観的であったり直情的なイメージです。同じ仏教徒でありながらどうしてこのような違いや傾向が国によって生まれるのでしょうか。教育社会または文化の問題でしょうか。知恵があっても国民性の区別はなくならないのでしょうか。まあそういうのはね、また我々にはね、そういうふうにこの人を判断することは難しいんですよ。みんなやりたがるんだけど、これそう良くないんですよ。タイ人ならこんなもんやと、自分が2人3人ぐらいタイ人知ってるだけでね、あるいは私は日本に長くいたからといって日本人がこんなもんやと言ったっても、私は知ってる日本人っていうのはほんのわずかな数でしょうね。で日本全体国民のことを知ってるわけないでしょうね。だからそういうふうにこの色分けするのはあまり理性のある人はやらないんですね。だからまず言いたいのは、あんまり色分けしないことにしましょうよと。よくわからない。タイ国もすごい大きな国でしょうし、タイの中でもいくつかの民族がいるでしょうね。地方によってそれぞれ生活習慣がすごく違うでしょうね。でそういうことだからあまり人はこの人に色分けをしないように頑張った方がいいんですと言ったってみんな人間やっちゃいますけどね、やらない方がいいんです。それからこの国民性っていうのあるんでしょ。それはありますよ。これ文化だからね。文化っていうのは1年10年20年のものじゃないでしょ。だから人類の歴史と同じく文化も古いんです。だから文化の中にお盆祭りだけ文化やっていうそんなものじゃないんです。喋り方、挨拶の仕方、食べ方、ものの判断があらゆるもの文化に入ってますよ。だから結構思考パターンまで文化によって管理されるんですよ。結局自分って何やというと、自分の人生で自分の人格で何%文化か何%純粋自分かとチェックしたらどうですかね。もしかすると 99.9% 文化であるかもしれません。自分のアイデンティティというのは0.01% ぐらいいうことになるんです。だから私は一応そういう実験やってみたんだから面白くてね。例えば自分の人生をきれいに文化から抜いてみたら何が残るのかと。残ったのは誰のことも遠慮しないでペラペラ喋られるっていう。前はすごく緊張したり気をつけたり、だから日本人の文化を考える、自分自身の文化を考える、めんどくさいんですね。では文化を外してみたら問題に答えるということになっちゃったんです。それは大体一般的にやってはいけないことですからね。だからこの国民性とも言っちゃうし、国民性と言ったっても
ね、例えば日本国民賞で言ったっても、ね、青森県の人と大阪の人は違うでしょうね。それぞれ違うところあるんです。沖縄になっていったらまたいろんなこと違うんで、話し方は違うし、微妙に同じ日本語喋ってますけど、なんか微妙に挨拶する時の言葉の使い方は違うし、よく見ると違うっていうことは分かるんで、みんな無関心でいるんだから、みんな同じ日本人だと思ってるだけでね。だから日本人の国民性ってあっても、何県の日本人の国民性やと聞かなくちゃあかんですよ。だってそれはあんた東京に住んでいるんだから、東京どんな区ですかと聞かなくちゃあかんですよ。同じじゃないんで、新宿区と我々住んでる渋谷区は。だから分からんもうですからあまり念のためにいるわけしない方がいいとは思いますね。でも質問にあった通りに差が当然あります。それはないとは言えません。